皆さん、こんにちはゆっくりレ夢ムです。皆さん、こんにちはだぜゆっくりマリサだぜ。今日はシリーズ、熊本城築城内部構造完全再現、完結だよ。いよいよ完結か。制作には半年かかったな。まずは、エピソード5で省略してしまった、小天守の大屋根の構造からだよ。この大屋根は一番大きな部品になるんだぜ。内部側は木目、外側は漆喰になるよ。こちらは屋根裏だな。屋根裏まで再現されている模型ってあんまりないよね。この骨組みの上部がやや高すぎて、かぶせる屋根が若干浮いてしまうんだ。なので、1ミリくらい先端をカットしてみたら、かぶせる屋根もしっくり収まったぜ。これは、小天守2階部分の内壁と外壁だね。なぜか、内壁と外壁が二重構造なんだよな。なんでなんだろうね。調べてはいないんだが、移築された際に外壁を追加したのかなとか思うんだけどな。断熱や防火の意味があるのかしらね。確かにな、それも壁の二重構造の理由かもな。小天守が移築されたのではというもの一説に過ぎないしな。もし、お詳しい方おられましたら、コメントいただけると嬉しいです。動画の縁側になっている部分は破風の中の武者隠しだぜ。ほんとつくづくよくできた模型だよね。屋根裏の上に設置したぜ。この2階から3階に上がる階段の上部が3階の床と干渉しちゃったから、思い切って1ミリくらいカットしたよ。こちらは小天守大屋根の下魚だな。魚よ？お前はさかなクンか。下魚は破風に取り付けられる妻飾りだ。水に強い魚の飾りを屋根に施すことで、木材建築の日よけのまじないだ。そうなんだね下魚。ここで、小天守2階が完成したんだね。動画が愛前をしてしまい申し訳ないんだぜ。小天守のシャチホコは黒金色で塗装したんだね。さあ、ここから大天守に移って完成させるんだぜ。いよいよだね。屋根の漆喰の塗り分けは断念してしまったけど、ジャーマングレーがいい色しているよな。これは、大天守3階部分の内壁と外壁だね。この階のマスキングは大変だったが、これ以降はぐっと小さくなるから楽になるぜ。あれ？大天守の内壁は板戸でなく、襖なんだね。ああ、どうやら1階と2階は板戸だが、3階以上は襖なんだぜ。上層階になるほど装飾に気を使われてるようだね。最上階には金の襖が出てくるんだぜ。楽しみね。3階でも144畳あるからな。お城はでかいよな。この GSI クレオスの熊本城の模型も、なんと570パーツもあるからね。ああ、144でも全高はおよそ30センチになるんだぜ。圧倒的存在感。ここで、大天守3階が完成だ。さらに破風屋根をかぶせ、4階、5階、6階と積み上げていくぜ。ちゃんと階段も近いから最上階まで繋がっているよ。縮尺模型はどうしてもデフォルメされるが、このモデルは完全再現にふさわしい。大きくて製作大変だけど、ワクワクも大きい分だけ長続きするよ。破風の部分とヘリの部分が分割されていて、塗り分けがしやすい仕様になっているぜ。こちらは4階部分の内壁と外壁だね。ああ、外壁は破風部分となるぜ。さらに5階もこの破風が外壁の一部となるぜ。ぐっとサイズも小さくなってきたね。とは言っても76畳以上あるからな。四隅のとこの部分は破風の武者隠しになるのかな？そうだな。ここでは狭すぎるから屋根裏みたいだな。破風の中もこの階では畳敷きになっているぜ。やはり上層階に行くと装飾も上がるんだね。ああ、破風を取り付けるとご覧の通りだ。サイズは小さくなってきたけど、相変わらず塗り分けは大変そうだね。こちらが、4階、5階部分を覆う入母屋作りだ。熊本城は防漏式といって入母や破風が特徴的だよね。さあ、4階が組み上がったぜ。
内部はこんな構造になっていたんだね。ああ、4階から上は天井もぐっと低くなるぜ。上から見ると武者隠しがよくわかるわね。ドラマとかで落城の際に天守に入り込んだ敵との盾のシーンが思い浮かぶぜ。妄想力がかき立てられるわね。わら。下の階はすっかり暗くなってしまったな。もちろん、光を当てると柱とか板戸が見えるんだぜ。お城模型って完成するとただ飾っておくだけなんだけど、これは後々もついいじりたくなっちゃうよね。ああ、俺が霊夢をいじりたくなるのと同じだ。おお、今度は5階かな。ああ、5階は一番簡単で、全部でこれだけだ。制作時間もサクッと終えることができたぜ。外から見たらここにも階があるとは思えないものね。そうだな。それが防漏式天守の特徴でもあるな。後に東堂高虎によって建築時間の短縮のために、相当式天守が誕生するんだ。私は防漏式天守の方が好きだわ。そうだな。ザ天守閣って感じするよな。5階は18畳と周りに武者走りみたいなのがあって、さすがに小さくなってきたね。さらに外壁が先ほどの破風の上部に当たる。ああ、なるほど、こうなっているんだね。ほんとよくできた模型だね。さあ、5階を乗せてみたぜ。おお、だんだん出来上がってきたからテンション上がってくるね。ああ、このまま一気に6階まで製作するんだぜ。おお、この最上階は仮組だね。最上階は天守の顔みたいなものだからな。焦らないように製作しないとね。これが、6階最上階の内壁だ。おお、襖の絵はどうしたの？これは付属品でデカールがついているんだぜ。へえ。さらにデカールは同じ模様で2種類から選べて、下地が透けているタイプと前面の金の下地があらかじめついているタイプがある。俺は、下地が透けているタイプを採用したぜ。もちろん、プラ側に金色を塗った上でな。なるほどね。最上階も18畳だね。ああ、この周りには周り円がついてくるんだぜ。金の襖もいい感じだよ。このためにデカール用のマークセッターやマークソフターも使用してみたぜ。こちらは最上階の外壁だね。正直、押し出しピン跡とか綺麗にしていないから恥ずかしいけどな。そこまでやると本当に製作は1年はかかるだろうね。最上階は床も周り円から一段上がっている構造だ。床下の赤色がいいアクセントになっているね。これは最上階の破風だ。格子はエナメル白を塗りたくってから、エナメル溶剤で凸部を拭き取って塗り分けたぜ。こちらは屋根裏だね。そうだな。完成が近いと思うと作業も丁寧になってきたぜ。なかなかね。焦るのは良くないけど、早く作りたいって焦りがちなんだよね。前半が悔やまれるところもあったが、なんとか部品なくすこともなく来れたぜ。おお、ほぼほぼ完成だね。ああ、あとは角窓に突き上げ灯を取り付けて完成だ。でも突き上げ灯を接着したら分解できなくなっちゃうんでしょ？ああ、接着はしないいい方法があるぜ。また、接着しないのは破風にある窓の突き上げ灯だけだ。他は接着しても分解できるぜ。そうだったんだね。両面テープでもつけるのかな？いやな、セメダインから模型用の特殊な粘着接着剤ってのがあって、粘着力で何度でも取り付け取り外しができるものがあるんだ。へえ、それは便利だね。また、粘着接着剤をつけすぎたとしても、簡単に剥離させることができる。今の模型はうん十年前とはほんとわけが違うよね。ああ、何より道具が洗練され、さらにありとあらゆるものがあるから、視聴者の皆様にも、うん十年ぶりにプラモ、をおすすめしたいぜ。おすすめしたいです。ダイソーで買ってきたスチールプレートにデカールの残りの部分をつけて、プレートにしたぜ。土台も初回特典で付属されていた木製土台も入手できたんだね。これが、突き上げ灯を取り付けた前景だ。
いや、半年間やりきった感はあると思うよ。では、ここから分解していくぜ。しばらく特にコメントもしないですので、あしからず。これで全部だね。ああ、自己満足というドーパミン垂れ流しで済まない。知っての通り、熊本城は地震で被災してもう何年かになるが、まだまだ、復旧までにはあと20年とも30年とも言われているぜ。そんなにかかるんだ。それだけ被災地が大変だったということだよな。特に崩落した石垣は一つ一つ元の場所に戻しながら復興させていくんだ。そんなことできるの？ああ、現代では被災前の写真がいくらでもある。加えて AI を駆使して、崩れた石垣を全く同じ場所に戻せるんだ。すごい進歩だね。もっとも、作業自体は手作業だけどな。それは、石垣自体も文化財だもんね。だから、復旧にそれだけの時間がかかってしまうんだね。復興支援に寄付すると、一口城主といって、城主を名乗ることができるぜ。それは、面白い試みだね。すでに寄付数が膨大で、以前は一口城主の芳名の札があったんだが、現在では復興された天守閣内のパソコンで、芳名が検索できるようになっているぜ。私もこの名を刻みたいと思います。あれ、存在感薄いウプ主いたんだ。ずっといるんですが。ちなみに一口城主で寄付すると、熊本市内でのお店などで割引の特典もあるんだぜ。こちらは有効期限があるから気をつけてな。詳しくは熊本城の公式ホームページを見てくれよな。了解。動画を最後までご覧いただき、大変ありがとうございますなんだぜ。本当にありがとうございます。誠にありがとうございます。よろしければ、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いしますなんだぜ。では、シリーズ熊本城、内部構造完全再現も完結だよ。ありがとうございました。じゃあ、また。